最初の研究開発合宿でフリーとセールスフォースの連携しろって言われてとか思いながら2泊3日だったか1泊2日だったか覚えてないけど、それでめっちゃやってフリーの取引先がセールスフォースからピョンって飛んでいくっていう、それだけがその多分24時間ぐらいでできた感動。あの時はうわーみたいな、あんな今2時間ぐらいでできるけどねでもさ、その時さ、今日どこまでのアウトプットするみたいな時にって言った記憶がある。API の口を叩く、その開けるのが一番大変なんですってやる時に「ってなんで?」みたいな。認証の仕組みがわからない。そうクライアント認証だとかもう何みたいなでやっと認証されて、 API はもうね決まってるからさ、それ通りコード書いてペッてやったらペッていくんだけど、その認証の仕組みが全く分かんなくてめちゃめちゃ苦戦して。でもさ、よく考えるとさ、やっぱ研究開発で育ったっていうのはあるかもしれないね。あると思います。このどっかの誰かがわがままにこれしたいああしたいどうしたいとかって言うからさ、それを実現するためにさ、リスキとかエンジニアはさわちゃわちゃするけれど、そのお題がなかったらさ、今までももしかするとセールスフォースの中だけで戦ってるかもしれないよね。そうですね。いや本当そうです。なんであれがあったからいろいろ認証のことを勉強したりとか API 勉強したりとか HTTP で勉強したりとかして、今となってはもう怖くない。むしろドキュメントがあればもう読んでできるできない判断できますし、これは連携しない方がいいっていう判断もできますし、なので今となってやっぱああいうのがあったから設計にまず生きてますよね。こういう設計をしたら接続できるとか、その設計した結果の引き納要件、リアルタイム性があるのかないのかみたいなところっていうのも判断できるので、めちゃめちゃ研究開発はでかかったですね。逆に言うとさ、ここ伸びてないなとか、自分だったらもうちょっと俯瞰してみた時に、今が29歳だったら35歳までこういうのチャレンジしたいなとかっていう今後の展望とかってあったりするんですか？私2個あって、1個がコーディングガリガリ書くっていうところから結構離れちゃったので、現役のバリバリ書いてるエンジニア層からいくとちょっと置いていかれてるなっていうところがある。ここを伸ばすか伸ばさないかの判断はまた別として、伸ばすのであれば置いていかれてるなっていうところが1つ目と、2つ目が経営とかマネージメントみたいなところの観点ですね。やっぱりどうしてもライクで私がなんか一人でやってきたみたいな、特にエンジニアリングのところやってきたので、チームが今からボーンって仮に増えた時に今のやり方進め方じゃやばいだろうな、みんな疲弊するだろうなみたいなところはちゃんと私が学んでやりたいなと思いますし、